生が街から消えた9月1日。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、エディフィアーの新商品、W240TN。エディフィアーの中ではプレミアムモデルに位置する商品だけど、ドライバー、ボタン、音質に関わる部分に至るまで、かなり特徴の多い商品だ。同じエディフィアーのプレミアムイヤホンというと、エディフィアーネオバッツプロがすでに人気なんだけど、あちらが、LDAC に対応、ハイブリッド型で音質とハイレゾ対応を重視しているのに対して、W240TN は同じダイナミックドライバのサイズ違いを3つ、最高音質より駆動時間を重視したバランスになっていて、また、物理ボタンなど、取り回しを重視した構成になっているぞ。詳しく見ていこう。まずは外装から、といっても、一般的に、完全無線イヤホンは、アンテナの都合でどれもこれもプラ製だ。W240TN は、その中でも、非接触部にガンメタリックの塗装、入るシルバーのロゴなど、質感は良い部類に入ると思うな。装着感はかなり良好。特徴的な形状に見えるけど、それは耳から出ている部分だけで、実際に耳に収まる部分はオーソドックスな黒豆形状かつ、耳の形に合うように調整されたもので、一度装着するとまず落ちない。イヤーピースも表面摩擦が大きいものが4サイズ付属し、まず耳から落ちない音質を体験できるだろう。一見タッチセンサに見えるんだけど、このイヤホンは物理ボタン採用だ。中央のロゴ部分を押し込むと、ほどほどの圧力でカチッとわかりやすい手応えのある操作感。操作性で完全無線イヤホンを探している人には、良い選択肢になるんじゃないかな。過去の物理ボタンより、手応えが軽く、それでいてまず誤操作が発生しない程度に調整されていて、しっかり押し込んで操作したい人にはかなり優秀なボタンだと感じたぞ。ちなみに、ボタン自体もでかいので、拙者の操作にしっかりと反応するぞ。ケースは1ランプで、流れるような LED による状態の表示。残量は一目でわかりにくい仕様かも。ただ、ネオバッツプロはケース容量が少なめで、たまにバッテリー切れを起こしてたんだけど、W240TN は、かなり連続動作時間が長いので、そうそうバッテリー切れを起こすことはなかった。ここはやっぱり大容量であればあるほど良いな。W240TN の特徴は、割り切ったコーデック対応、ノイズキャンセル、そして長めのバッテリーだ。ノイキャンを有効にしても、連続7時間の動作の長さ、長時間、ノイズキャンセリングの恩恵を受けたい人には、ありがたい仕様と言える。それに関連するのが、コーデックの割り切りだ。コーデックは、イヤホンとスマホなどが音楽データをやり取りする、ルールのようなもので、基本的に、より高音質なものは、より消費電力も高くなる。W240TN は、対応するコーデックを、最低限の SBC のみに割り切ったことで、この長い連続動作時間を実現してるんだな。より連続動作時間が長いイヤホンもあるけど、そちらと違って W240TN の場合は、高出力なデュアルドライバ仕様。それを踏まえれば、かなりバッテリー持ちの面からは優秀と言えるだろう。参考までに、LDAC 対応のネオバッツプロは、4時間から3時間程度で限界が来るぞ。ノイズキャンセリングのスペック上の数字は38ドブだけど、実際に使ってみると、かなり優秀な対応力、風切り音に対する耐性も強くて、実際使って不満がない仕上がりだ。実用性を重視した仕上がりに見えるんだけど、マイクも4つ搭載していて、通話能力の方も整ってるらしい。実際にマイクをテストしてみよう。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。W240TN を使って録音しています。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。W240TN を使って録音しています。どうかな？ちなみに、録音中には、エアコンと扇風機がガンガン動いてる状態だけど、そんなノイズも全く乗らず、音量もしっかり取れた。通話の時に使うイヤホンとしても、優秀なのがわかるんじゃないかな。というわけで、ここまで、実用的な TWS らしいスペックが並んでたわけなんだけど、W240TN は、音質的遊び心がないわけじゃない。このイヤホンの心臓部、ドライバは、デュアルドライバタイプ。電源に制約のある完全無線イヤホンでは、採用されることの少ないタイプだな。6mm と 10mm の、それぞれ高音、低音が得意なダイナミックドライバを組み合わせることで、各ドライバの得意なところを引き出しつつ、歪みを抑えた音が出てくるぞ。この手のサイズが異なるマルチダイナミックドライバな完全無線イヤホンは結構珍しいので、有線でこういったタイプを触ったことがない人は、結構期待できそうだな。音色について見ていこうか。エディフィアーのイヤホンは、初期状態では、どれもおとなしく、温かい音色に調整されている。専用アプリを使って好きなようにしてね。
ということらしい。W240TN もご多分に漏れず、温かい音色、高音に過敏な女性が箱出しで安心して聞ける音であり、イコライザーへの追唱能力もあるので、ガンガンいじって自分好みにもできる音色だ。強いて言えば、暖色感が強いせいか、あんまり空間を広く感じないくらいだろうか。専用アプリによる調整前提の音色になっていると感じるぞ。デュアルドライバって、シングルドライバと違う音がするのかなと思いきや、かなり自然に繋がっていて、1ダイナミックドライバのイヤホンとそう変わらない音だ。ただ、低音、高音ともにしっかり出てるので、イコライザをかけた時に、欲しい音の成分がなかなか伸びない、ということもない、そういった面では安心できる仕上がりだな。というか、ネオバッツプロもそうなんだけど、エディフィアーのイヤホンは、どれもイコライザ前提で、最初は爪を隠したモードで出荷されてることが多い。W240TN も、明らかに好きにいじれ、と言われているような仕上がりなので、音質については、きちんと何やってもついてくる、温かみがある音、という認識で、仕様とかで買って、その後のカスタマイズで誰でも使えるイヤホン、という印象だった。というわけで、アプリ必須。実用的なスペックが満点。でもって、音質についても、その人の好みに合わせて変化させられる一台だ。ノイキャンがよく聞いて、長く聞けて、マイクも優秀。そんな一台が欲しい人は、色々悩まずに買ってみても損はないと思うぞ。といったところで今回はここまで。あ、もちろんゲームモードもあるぞ。